憎しみを乗り越えた主人公、シン・アスカの歴史。シン・アスカは、機動戦士ガンダムシードデスティニーの主役であり、続編である機動戦士ガンダムシードフリーダムにも登場するキャラクターです。作中では、インパルスやデスティニーと、ザフト軍最新鋭機を任されるエースパイロットとして活躍しました。正義感にあふれた性格をしていますが、反面、自分の正義を信じて疑わない視野の狭さもあり、感情的に行動してしまう場面がよく見られます。それゆえに、自分を肯定してくれる人間の意見に流されがちで、後にシンの運命を大きく変えることになりました。今回は、そんなシンの人生について解説させていただきます。また戦争がしたいのか、あんたたちは。シンは、コズミックイラ57年9月1日に誕生し、中立国のオーブで育ちました。戦争とは無縁の穏やかな生活をしていましたが、13歳となるコズミックイラ71年に起きた大西洋連邦によるオーブ侵攻作戦に巻き込まれてしまいます。戦闘の最中、家族と避難していた際に妹のマユが携帯を落としてしまい、シンが携帯を拾おうとその場を離れた瞬間、家族のいた場所に流れ弾が着弾。目の前で家族を失ってしまいました。この経験からシンは幸福ではなく理念のため徹底抗戦を選んだオーブに家族は殺されたと考え、アスハ系の憎しみを抱くようになりました。その後シンを保護してくれた戸高一茶の勧めでプラントへと移住します。プラント移住後は自分に家族を守る力がなかったことへの後悔からザフト軍の士官アカデミーへと入隊しました。そこでルナマリアやレイと出会いましたが、家族を失った心の傷は癒えることはなく PTSD を抱えながら兵士として訓練を積んでいきます。こうして苦しみを抱えながらも優秀な成績を収め、赤服としてアカデミーを卒業してミネルヴァに配属。ディランダル議長の見立てにより最新鋭機であるインパルスのパイロットに選ばれました。ミネルヴァの進水式のため訪れていたアーモリー湾でファントムペインによってカオス、アビス、ガイアが強奪されたことを受け、シンは3機を捕獲するべくインパルスで出撃します。その後逃亡する3機を追撃しますが、ネオロアノークの妨害もあり失敗。そのままミネルヴァと共にファントムペイン追跡を行うことになりました。その道中、偶然ミネルヴァに乗り込んだオーブの国家元首であるカガリに対してオーブの理念によって家族を殺された怒りをあらわにし、何度もカガリに食ってかかる場面が見られました。そんな中、パトリック・ザラザン党派によるユニウス7落下テロが発生。ユニウス7落下阻止作業のためアスランたちと共に出撃します。カオスやアビスを圧倒するアスランとイザークの連携を見せつけられ、ただただ息を飲んでいました。これがヤキンドゥエを生き残ったパイロットの力かよ。この戦闘の最中、地球の引力に惹かれアスランのザクと共に地球へ落下してしまいますが、ミネルヴァが大気圏突入しながらの破砕作業を行い、母艦と共に地球へ降下しました。そして整備が必要になったミネルヴァがオーブへ寄港したことで2年ぶりに故郷へ帰還します。複雑な思いを抱きながら家族を失った港へ向かった際には慰霊碑前に佇むキラと対面しました。中立国オーブにとどまっていたミネルヴァでしたが、オーブが地球連合に加わったためザフとは敵軍となってしまい出国を余儀なくされました。そしてバルトフェルドの忠告もあって早々にオーブを出港しますが、待ち構えていた連合軍の艦隊の猛攻に徐々に追い詰められていきます。シンもモビルアーマーザムザザーに苦戦を強いられますが、戦闘中にシードが覚醒し、最終的に短期で連合の艦隊全てを殲滅する大活躍を見せました。こんなことで俺は。その後ミネルヴァはカーペンタリア基地へ停泊し整備を受けますが、そこへザフット軍に復隊しフェイスになったアスランが合流します。これ以降軍規違反を犯してでも自分の正義を貫こうとするシンとシンの上司となったアスランはたびたび対立することになりました。その後インド洋での戦いやガルナハン基地攻略戦を経てディオキア基地へと停泊します。束の間の休暇の中、海岸へ寄ったシンはステラルーシェと運命的な出会いを果たしました。崖から落ち溺れかけていたステラを助け、この際死に怯えてパニックに陥ったステラにシンは守ると声をかけ落ち着かせます。この約束からステラはシンを特別に思うようになり、シンもステラと過ごす時間で安らぎを覚えました。こうしたステラとの出会いもあり、
作中においてシンが最も心穏やかだったのはこの時期という見方もあります。他にもハイネという潤滑油のようなメンバーの登場で険悪だったアスランとの関係も良好になりつつありました。しかしダーダネルス海峡での戦いでアークエンジェルとフリーダムが介入してきたことにより戦場が混乱し、最終的にハイネが戦死、ミネルヴァもダメージを負います。以降フリーダムへの敵意を向けるシンとキラたちのことを敵視しきれないアスランとの溝は深まっていきました。その後ロドニアに研究所があることを突き止め、レイと調査に向かいます。内部で連合によるエクステンデッド研究の実態を突き止め、ミネルヴァと合流して詳細な調査を進めますが、調査中に単独でガイアが襲来。アスランと共に応戦して難なく撃墜するも、ガイアのパイロットがステラであったことを知ります。そして独断でミネルヴァへ収容し、ステラを救おうとしますが、ステラはシンとの記憶が消されており、シンと分からず襲いかかる場面も見られました。それでもシンは守ると約束したステラの元へ何度も通い、次第にステラもシンとの思い出を取り戻していきます。そんな中勃発したクレタ沖での連合軍との戦闘で再びアークエンジェルが乱入。何度も戦場をかき乱すアークエンジェルへの怒りからシードを発現し、アビスを撃破。そのままシルエットを完走しオーブ艦隊を一掃します。なおこの時かつての恩人である戸高一茶を手にかけてしまいますが、シンがそれを知ることはありませんでした。その後ステラの容体が急激に悪化しますが、エクステンデッドの知識がないザフットでは対処できず、日に日にステラは死へ向かっていきます。そこでシンは軍規違反を犯してまでステラを治療できる連合の元へ返すことを決断しました。レイの助けもあり、ネオ・ロアノークと落ち合うことに成功。その際戦場から遠ざけることを約束させてステラを引き渡しますが、ネオはステラを戦場から遠ざけるということはせず、約束は果たされませんでした。なお引き渡した時点でステラの体は限界を迎えており、機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73スターゲイザーにてステラを見たスベン・カルバヤンは長くは持たないだろうと語っています。その後シンはミネルヴァへ帰投。敵の兵士を独断で敵陣へ返すという行為から銃殺刑もあり得る状況でしたが、ディランダルの計らいで不問になります。この件で自分は上の人間に認められていると感じ、さらにセイバーがフリーダムに撃墜されたこともあってアスランを見下すようにもなり、徐々に増長していきました。一方連合に戻ったステラはデストロイへ乗せられ、ユーラシアで破壊の限りを尽くします。シンもデストロイの進行を食い止めるため出撃しますが、戦闘の最中デストロイに乗るのがステラと分かり、必死に説得を試みます。そして一度はステラを落ち着かせることに成功しますが、ステラは視界に入ったフリーダムに動揺して再び錯乱し、やむを得ずキラがデストロイを撃墜。これによりステラの体は限界を迎え、シンに見取られながら息を引き取ります。そしてシンはステラの亡骸を人目につかない湖へ水槽し、ステラを殺したフリーダムへの復讐を誓いました。その後レイと共に徹底的にフリーダムの攻撃パターンを研究。フリーダムとアークエンジェルを撃墜するエンジェルダウン作戦の際には、キラの裏をかく戦法とインパルスの機体特性で徐々にフリーダムを追い詰めていき、フリーダムを撃破することに成功しました。帰投後シンはレイや仲間たちと喜びを分かち合いますが、友人であるキラを殺されたアスランの言葉足らずな発言から喧嘩になってしまい、2人の確執は決定的なものとなります。なおフリーダムを撃墜した第34話は、主人公であるシンがステラの仇であるフリーダムを撃墜したという輝かしい功績を残した話のはずなのに、そのタイトルは悪夢となっていて、シンの声優である鈴村健一氏も思わずツッコミを入れています。いっつもそうやってやれると思うな。その後ジブラルタル基地に到着した際には、ディランダル議長から新たな力としてデスティニーを受領。しかしその夜にはアスランがメーリンと共に脱走し、レイと共に追撃することになります。追撃中アスランによる説得とレイの叱咤の間に葛藤するも、迷いを振り切ってアスランを攻撃し撃墜してしまいました。これ以降アスランとメーリンを手にかけたことも真のトラウマとなり、前にも増して精神が不安定になっていきます。
そしてステラの死やアスランの裏切りなど、原因は全てロゴスにあると責任を押し付け、より戦いにのめり込んでいくようになりました。その後、ロゴス打倒を目的としたヘブンズベース攻防戦では、デストロイを単独で2機撃破し、味方すら驚く鬼神のような活躍を見せます。なお、漫画版ジエッジデザイアでは、この頃のシンの心情が細かく描かれていて、戦争のない世界を作りたかったはずが、仲間だったアスランやメイリンを撃ったことから、自分が本当に欲しかったものは何だったのか、悩み苦しむ様子がわかります。ヘブンズベース戦の功績からフェイスへ任命されたシンは、次にロゴスの名手ロード・ジブリールが逃れたオーブへ向かいます。戦争を終わらせるため、自身の手でオーブを撃つことを決意して出撃しますが、倒したはずのフリーダムの出現や、死んだと思っていたアスランまで現れたことで動揺し、徐々に劣勢に追い込まれて撤退を余儀なくされました。この時アスランから本当に欲しかったものについて問いかけられ、改めて戦いの意味に葛藤しますが、アニメやマガジン版ではインフィニットジャスティスに切り負けるものの、ボンボン版では傷が開いたアスランが説得を続ける中、ジブリールのシャトルが射出されたのを見て、アスランはシンにシャトルを追うように言い、デスティニーとストライクフリーダムが撃ち落とそうとする展開になっています。その後、ロゴスがレクイエムを用いてプラントへの攻撃を行ったことから、シンたちはレクイエムを抑えるためダイダロス基地へ急行します。戦力はミネルヴァのみと厳しい状況ながら、レイ、ルナマリアと共に奮戦して基地を制圧。ジブリールを倒すことにも成功しました。こうして世界情勢が変わりゆく中、ディランダルがデスティニープランを発表し、世界の主導権を得ようと動き出します。シンも最初は議長の提唱する世界の在り方に戸惑いますが、ディランダルの言葉を信じて戦うことを決意しました。そしてデスティニープランに反発する三隻同盟との最終決戦となるメサイア攻防戦では、アスランのジャスティスと再び交戦。しかし戦いの最中、アスランから投げかけられる言葉にシンは動揺し、さらに戦闘を止めようと割って入ってきたルナマリアのインパルスを見て錯乱し、ルナマリアごと撃墜しようとしてしまいますが、アスランがこれを止め、デスティニーは撃墜されます。そして月面でルナマリアとメサイア陥落を見届け、戦いは終わりました。なおスペシャルエディションやリマスター版では戦闘後アスランに回収されており、さらに再びオーブへ訪れるシーンが描かれました。その際にアスランからキラがフリーダムのパイロットとして紹介されて戸惑いますが、キラと握手し一緒に戦っていこうという言葉を受け入れています。あんたが正しいって言うのなら俺に勝ってみせろ。シンがデスティニーに登場してから戦争をなくしたい世界を作りたかったはずが、アスランを撃墜しオーブを撃ち、友軍でなければ撃つという形になっていき、次第に自分がしたかったことが本当にこの方法で手に入るのかと悩み葛藤していくようになりました。しかしアニメ版ではデスティニー登場以降のシンの葛藤が細かくは描かれておらず、一方ジエッジ版ではアスランを撃ったことで悪夢に悩まされていくようになり、インフィニットジャスティスで現れたアスランを見た際に戦いにためらう様子を見せて、アスランを攻撃するのに迷いを振り切れない描写もあります。またボンボン版でのシンは終始主人公として描かれていて、アスランとの最後の戦いではアスランが本気で戦おうとしていないことを見抜き、むしろ憎しみにとらわれる自分を救ってほしいと心の底では助けを求めているかのようなシンの心の叫びが描かれており、中盤以降のシンの苦しみと最終的にそれを乗り越えていく、まさしく主人公シン・アスカの物語が描かれています。本作はネット界隈では特に評価が高いと言われていて、個人的にはシード・デスティニーという作品はシンが成長し助長し力と憎しみに溺れ、その過ちを乗り越えていく物語として終始進んでほしかったという思いがあるので、ボンボン版が特に一押しな作品です。残念ながら電子版が出ていないので現在では入手が困難となっていますが、今回の映画化を機に電子版も発売されるのを願っている方は私の他にも多くいらっしゃるのではないでしょうか。アスラン、あんたやっぱ強いや。余談ですが、シンのその後に関してはドラマ CD などで描かれており、おまけコーターズボリューム3によると、ザフット軍には所属しながらルナマリアと共に交流出向という形でオーブに滞在しているとされています。オーブではムーが2人の面倒を見ているようで、ドラマ CD ではムーの仲介によって
アスランと食事をしている姿も描かれました。この際、キラの話題になった時、アスランがシンに思わず愚痴混じりの説教をしてしまい、シンもそんなにキラさんのこと理解してるのになぜ2回も落とされているんですか、俺は1回勝ってますけどねと強烈な返しをする場面も見られました。相変わらずの犬猿の中ですが、シンは戦後もアスランやメイリンに対して引け目があるようで、会うたびに目をそらすとメイリンは語っています。そのため口喧嘩をできるほど仲が回復していると喜ぶべきなのかもしれません。ちなみにアスランとの犬猿の仲以前にムーというかネオはステラを戦場に戻さないと約束しておきながらデストロイに乗せた張本人なので、シンと確執があってもおかしくなさそうなものですが、ドラマ CD ではそこには一切触れていません。2024年公開の最新作機動戦士ガンダムシードフリーダムはおまけ CD の内容とつながっているとのことなので、アスランとの関係やムーとの確執がどのようになっているかも楽しみにしたいところです。またシンは劇場版では意外な期待に乗るということや、監督からこいつはいいなと思われているキャラとされているので、どの期待でどんな立ち回りを見せてくれるのか。そして後半ではデスティニーの新型機の登場にも期待したいところです。皆様が劇場版でシンに期待していることもぜひコメントで聞かせてもらえたら嬉しいです。シンアスカ行きます。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。